やっほやっほ、気温が40度になっても忙しくて立ち絵を更新できないふぐみかんの時間だよ。今回紹介するのは、気になってた人も多いはず、COBO の傑作、ブレイブリーのアニバーサリーエディションだ。ナンバーの入った限定品だけど、今回はサンプルを家でじっくり聞く機会があった。原型となったブレイブリーは、僕が持つ全 BA イヤホンの中でもダントツのお気に入り。いかにもこの価格帯のレジンシェルに収まったマルチ BA 前とした、高音域から中音域にかけての完成度、音量で、際立つ改造感、なのに、BA で演出される低音域にも、しっかりと沈み込みが存在する、という、低音好きにも納得の低音域と、BA 好きが満足するシャープな高音域を同時に合わせ持つ、4BA イヤホンだ。その能力にふさわしく、価格は国内で4万円程度。しかし、その価格に見合う実力がある。国内でも視聴が可能な1台だ。そんなブレイブリー、全体的に大満足なんだけど、外装が大柄で、人によっては装着でかなり苦労する。実際、初期不奥の HAKUGEI ケーブルも合わせて、僕も少し動くと耳から落ちちゃうようなありさまだ。実際、湿気に弱いイヤホンなので、落ち着いた時しか使わないので、それでも困ってないんだけど。でも、そんなブレイブリーの唯一の弱点である、装着感を解決した限定版、というのが、このブレイブリーアニバーサリーというわけだ。そりゃ、注目度が高まるのも当然よ。ちなみに、今回は、一部付属品を省略した状態で、展示品などとして使用される予定のサンプル品を、お家で預かってねっとりと聞き込んだ。手持ちのブレイブリーともねっとりと比較しておいたぞ。スペックなどは、通常版ブレイブリーと変化なし。BA はメーカーがミックスになっていて、ノールズ製が3、ソニー音声が1、合計4台の BA ドライバで構成されている。レジン製の外装を持ち、限定版は鮮やかな赤の外装が魅力的だ。付属ケーブルも、ハカゲー製の高品質な純銅ケーブル。スペックは 6N の単結晶銅で、そのまま聞いてもブレイブリーの性能を100引き出せる。ここまではブレイブリーと同様なんだけど、ブレイブリーと違うのは、このケーブルがプラグ交換式になっていること。通常版は 3.5mm のみだが、こちらは 2.5、3.5、4.4mm が選択できる。最初から自分の使っているプレイヤーに最適なプラグが選択できるのは、重要なアップデートだ。音質については、チューニングを変化させず、それでいて、外装だけ小柄になっている。同社の 3BA イヤホン、アナウと比べてもちょっぴり小さいくらいだな。もともとがかなり大柄なブレイブリーがここまで小さくなったことに魅力を感じる人は多いはずだ。というわけで、まとめると、ブレイブリーのアニバーサリー版と、通常版の違いは、アニバ版の方が小さくて、プラグが選択可能、ということ。さらに、チューニングはブレイブリーと共通になっていて、あの音がそのまま楽しめる、というわけだ。こんなに形が違うのに？外装形状で言えば、ノズルの長さとか、音導管の経路、角度などに差が出ている。結構変わりそうじゃない？そんな疑問を胸に、聞き比べてみると、明らかに低音の量感が違うぞこれ。測定環境では同じだとしても、実際の人間の耳への収まりのおかげで、結構差が生じるのかも。実際、このブレイブリーアニバーサリーは、聞いた感じ、印象としては、ブレイブリーノーマルよりアナウに近い感じ。低音の量は引き締められていて、高質に変化していた。無印ブレイブリーと、サブベースをズンズン鳴らすような曲への対応力で異なる。一方で、アナウのアップグレード版としてのブレイブリーを求めてたなら、多分この音を好むんじゃなかろうか。もしかしてケーブルが変わったからかなと思ったので、両方とも同じケーブル、同じイヤピの条件下で再テストしたんだけど、やっぱり、ブレイブリーアニバーサリーの方が、ノーマルのブレイブリーよりも低音量は抑えられて聞こえた。女性ボーカル周りの美しさについては、全くブレイブリーと変化していないと思うんだけど、低域の表現の独特さにブレイブリーの魅力を見出す人は、今回のアニバーサリー限定版ではなく、ノーマル版を買った方が幸せになれそうだぞ。というわけで、改めて、ブレイブリーアニバーサリーの音色を、単体で分解してみよう。ブレイブリーアニバーサリーは、感触、高音、中音域を中心に音が組み立てられた、4BA イヤホンだ。得意なのは、金属系の音色、高音域、そして、ボーカルなど、アニソンから、しっとりとしたボーカルまでこなせる、高音域が意図的にシャープにされている部分があるので、その部分についてはぜひ一度実際に聞いて、相性がいいかどうか確認してほしい。ボーカルは、はっきりと、しかし金属質になりすぎずにしっかりと聞こえる。男性の声も、少しくっきりと聞こえやすくはなってるけど、男女ともにボーカル帯の表現力は良好だ。それから、高音域に少し鋭さのある調整のおかげで、目の覚めるような音色を聞くことができる。全体に、小音量でもくっきり、ハキハキとした鳴り方をする一台だな。
低音域に関しては、若干減った、という印象こそあるものの、むしろこのバランスを好む人も多いだろう。サブベースまでしっかりとなっている。ただし、音量は若干控えめで、高音域のビビッドさや、中音域の明瞭さがより強調されるバランスになっている。低音が軽すぎる、という印象もないので、ボーカルものを好む人は、アニバーサリーリミテッド版がおすすめだ。高質に響く高音域のおかげで、高音の明瞭な広がり感はかなり強い。密閉が正しい、高音のダイレクトカントでも言うべき感覚は、バッチリとピントがあったように聞こえる。この魅力はブレイブリーと同様だな。いっそ精密なミニチュアみたいに感じるくらいシャープなんだけど、でも妙に広がりと響きがある空間表現は、ブレイブリー系の魅力の一番大事なところだと思う。ここに、低音のパワフルさも欲しければ、ノーマルのブレイブリーが、むしろボーカルのサイ立ちが欲しければ、このアニバーサリー版のブレイブリーがおすすめだ。完全に好みになると思う。その上で決めるとよろしい。お友達のボーカル大事派はブレイブリーアニバーサリーを。低音質感派の僕はブレイブリーと、はっきり意見が分かれたぞ。そんなわけで、完全に同じものではない、ブレイブリーとこの限定版、自分の直感に基づいて、お好きな方をお求めになるがよかろう。と、こんなところだな。同じチューニングのはずでも、やっぱり耳の形とかで違う場合もあるもんだ。今回は、完全にイヤピアケーブルを共有してテストしたんだけど、それでも差が感じられたので、このようなレビューになった。逆に同じ、と感じる人は、C オーディオが想定した耳の形に近いのかも。実際に聞いて選べるのが一番いいとは思う。二度目になるが、アナウの正当なアップグレードは、こっちになるんじゃないかな。といったところで今回はここまで。サマーセール、何買った？